はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、もし初心者の頃の自分にタイムマシーンで戻ったとしたら、最短で勝つためにこれをやりますという6つの取り組みを紹介したいと思います。僕は初心者の頃や負けトレーダー時代を振り返って失敗だったと思うこと、こうすればよかったと思うことと、その理由をお伝えします。今回はテクニカル分析、手法、資金管理、プロセス、取り組み方ですね。これらの観点からお伝えしていきますので、今現在は結果が出ていないけれど、2024年にはブレイクスルーを果たしたいという方はぜひ参考にしてください。まずはテクニカル分析から見ていきたいと思いますが、テクニカル分析についても、ラインの引き方をはじめ、トレンド相場、レンジ相場の見極め、目線付けなど学ぶことは多くあるわけですが、優先的に習得するものを挙げると、ダウ理論、波動、そしてマルチタイムフレーム分析、この3つに重点的に取り組みます。そしてこれらを徹底して習得することで、相場の構造と波をつかめるようになることを目標とします。相場には構造というものがあります。例えば今表示しているこちらの値動き。この値動きを相場構造としてみるとこのようになります。まず図の左側の部分から見ていきたいんですが、ここは高値と安値の切り上げが継続している上昇トレンドが発生している場面です。そしてこの上昇トレンドの後の部分、ここの高値のところですね。ここの部分で前回の高値更新に失敗して、その起点の安値まで戻ってきてしまっています。この時点で前回の高値を更新できなかったということから、手前の上昇トレンドは一旦終了となっています。そしてその後は高値も安値も更新できない相場が続いています。つまりレンジ相場に突入したということになります。そして今度はこのレンジ相場の下限の安値をブレイクする動きが出て、そこからの戻りで前回の高値を更新することができないと、高値の切り下げが確定します。そして次にここの安値をブレイクすることで、高値の切り下げと安値の切り下げが確定しますので、今度は下降トレンドがスタートすることになります。そして下降トレンドもある程度進展すると、安値更新しなくなって、再びこのようなレンジ相場に突入します。そして今度はこのレンジの上限をブレイクすると、再び高値と安値を切り上げる上昇トレンドがスタートするというような流れになっています。相場にはトレンド相場とレンジ相場の2種類しかないわけなんですが、それらが混在しながら推移していきます。そしてそれらの相場の推移を見極められるようになるためには、どこの高値や安値を割ってきたら相場の構造が変化したかということを見分けられないといけません。そしてその基礎になるのがダウ理論ということになります。今の例で言うならば、ここの部分で前回の高値を更新できなかった時点で、一旦手前の上昇トレンドは終了となっています。そしてその後はレンジ相場に突入するわけなんですが、このレンジ相場が終了となるのが、このレンジの下限に該当するここの安値をブレイクしたところとなります。そして今度はここの安値をブレイクしたことで、高値と安値の切り下げが確定しますので、ここの段階で下降トレンドがスタートしたということになります。このようにですね、どこの高値や安値、ラインですね、を割り込むと相場の構造が変化するかというのを見極められるようになることが大切です。では、ここまでのお話を実際のチャートを使って見ていきたいと思います。今表示しているチャートはビットコインと米ドルのペアです。この週足を表示しています。データとしては2020年以降のデータを表示している状態です。2020年以降の動きを少し振り返ってみたいと思うんですが、上昇トレンドが継続する形となりました。そしてここのポイントが2021年の11月になるんですが、当時7万ドルの少し手前の部分から下落が始まり、ここのスイングローをブレイクする動きが発生。そこから戻しを形成するんですけども、売りに押されて手前の直近のスイングローをブレイクする動きが出たことで、今度は下降トレンドに転換しました。こういうような下降トレンドですね。そして今度2023年に入ってからなんですけども、今度はこのような上昇トレンドに転換してきているというような推移になっています。そして今見てきた相場の動きに関して、どこが相場構造の転換点だったのかというと、ここのスイングローですね。ここのスイングローが2020年以降の上昇トレンドにおいて、最後の高値更新の起点となった安値だったわけなんですが、ここがブレイクされたことで、この2020年からの上昇トレンドは完全に終了しました。そしてそこから下降トレンドに転換しているということですので、ここのスイングローがブレイクされたことが相場構造の転換点であったということができます。で、ここのスイングローはダウ理論でいうところの押し安値に該当しますので、この押し安値がブレイクされたことで週足が下目線に転換したので、このように戻しを形成してきたところから、今度は売り勢力が優勢になったために、このような下降トレンドにつながってきたというふうに見ることができます。このように見ていくと、相場の構造が転換する点、トレンドの継続やトレンドの転換を見極めるためには、ダウ理論が重要であるということが分かっていただけると思います。このように相場の構造が見えてくると、今相場がどの方向に向かっているのかが分かります。で、よくですね、相場の動きについていくというふうに言ったりしますが、こうした相場構造が見極められないとついていくことはできないわけです。だから重要だということですね。
はい。そしてもう一つ重要なのが波動という観点です。相場というのは先ほど見てきたように、このようにうねりを形成しながら推移していくことになります。このようなうねりのことを波動と言ったり波と呼んだりします。で、この波を見極められるかどうかというのが非常に重要です。はい。そしてこの波動を見極めていく上で非常に重要なのが N 波動という概念です。相場の動きというのはですね、大きく分けて N 波動と逆 N 波動、この2つに集約されます。はい。実際にですね、今表示しているチャートに N 波動を描いていきたいと思います。まずチャートの左側のこの部分なんですが、このような N 波動が描けます。はい。そしてこの N 波動の3波目のここの部分に注目をすると、ここの部分を起点にですね、こういうような N 波動を描くことができます。はい。そして今度はチャートの真ん中付近からは、このような形の逆 N 波動が描けることになります。ちょうどここは2022年の年末に該当するんですが、今度はそこを起点にこのような準 N 波動に転換しているということがわかると思います。さらにですね、今描いた N 波動の細部を見ていくと、例えばこの7万ドルからの下落の部分なんですが、ここの部分ですね、このようにさらに一つ小さいサイズの逆 N 波動を見ることができます。そしてここの戻しの部分に関しても同様ですね。はい、このような小さい準 N 波動が形成されていることがわかると思います。はい。それからここの大きな下落の部分なんですが、ここの部分にも一つ小さい N 波動をこのように見ることができます。そして今度は最後のこの準 N 波動の部分なんですが、まずはこの最初の反発の部分ですが、ここにもこういうような小さな準 N が現れています。そして今度はこの押し目の形成部分ですね。ここにもこのような逆 N 波動が現れています。このように N 波動を見極められるようになるというのは、環境認識の上でもそうですし、トレードのシナリオを考える上でも非常に有効となります。そして最後に重要な観点となるのがマルチタイムフレーム分析です。ここまでお伝えしてきた相場構造の見極め、それから波動の見極め、これらはマルチタイムフレーム、つまり異なる時間軸で行っていく必要があります。相場構造に関しても波動に関しても異なる時間軸ごとに異なる相場構造や波が存在していますので、マルチタイムフレーム分析によってこれらを把握していくということが非常に重要になります。ここまでお伝えしてきた内容ですね。ダウ理論と波動、特に N 波動ですね。それからマルチタイムフレーム分析に関しては過去に詳しく解説した動画を投稿していますので、ぜひ合わせて視聴してみてください。はい。それでは続いては手法に関してお伝えしていきたいと思いますが、手法に関しては2つのポイントがあります。まず1点目は、手法は1つに絞ってマスターするという点です。手法はたくさんあった方がチャンスが多くていいんじゃないのって思った方もいるかと思いますが、もちろん一生一つでやれというつもりはなくてですね、まだ期間収支をプラスにできないという方は、とにかくプラスに持っていけるようになることが最優先です。その場合は、まず手法を1つ徹底的に極めるということが重要になるという話です。で、向こう1年間はこの手法を極めるというつもりで取り組みます。手法を一つに絞って取り組むことのメリットは、その手法に対する理解と習熟度が早いという点です。一つの手法に特化して繰り返し行うからこそ、自分の取り組みをより詳しく細かく観察することができるわけです。で、それによってその手法がどんな時にうまくいきやすくて、どんな時にはうまくいかないのかが見えやすくなります。例えばここに一つの手法があったとします。仮にここでは手法 A というふうに呼ぶことにしましょう。この手法 A を使って何回かのトレードを実行したとします。すると勝ちトレードが何回か発生して、同様に負けトレードも何回か発生したというふうに仮定します。で、この勝ちトレードに関して、どんな時にうまくいったのか、その共通要素というものを分析します。この共通要素が分かったら、次はこの共通要素が発生している時だけ、この手法 A を使ってトレードするというふうにすればいいわけです。で、負けトレードの方に関しても同様で、負けトレードに共通して発生している共通要素というものを分析して、この共通要素が発生している相場環境の時は、この手法はうまくいかない確率が高いということが分かりますから、そういう時はトレードをしないというふうにすることで、負けトレードを減らすということができるわけです。このようにですね、トレードの結果を分析して、どういう時にうまくいきやすくて、どういう時には負けやすいのかということを把握することによって、その手法を改善することができます。で、実際にですね、どんな手法を使えばいいのか迷ってるという方もいるかと思いますが、僕のおすすめは3波を狙うトレードとレンジブレイク、このどちらかを選びます。で、その理由なんですが、3波を狙うトレードについては利益を伸ばしやすい値動きであるということ、レンジブレイクについてはシンプルでわかりやすいからです。3波というのはこの図に示しているように下降トレンドから上昇トレンドに転換するときのここの部分の動きのことを言います。なぜ3波が伸びるのかというと、売り手の決済と新規の買い手が重なるポイントだからです。はい、どういうことかというと、左側の下降トレンドの部分の最後の高値、ここは戻り高値というふうに呼びますが、ここをブレイクすることで下降トレンドが一旦終了したということから、下降トレンドに乗じて売りポジションを持っている売り手の決済が発生しやすくなります。で、売り手の決済ですので買いですよね。で、当然売り
手というのは価格ができるだけ下がったところで決済したいですから、この戻り高値をブレイクした後のこうした押し目の部分では売り手の決済が入りやすくなります。一方で今度は買い手の目線で考えてみます。下降トレンドが終了したということで、これから上昇トレンドに転換していくかもしれないなと考えた相場参加者が、今度は買いで参入してきます。買い手はできるだけ安いところで買いたいと考えますから、このように戻り高値をブレイクしてきてから下がったところですね、押し目と呼ばれるところでは、買いが入りやすいことになります。で、売り手の決済と新規の買い手の参入が合わさるので、3波は大きく伸びやすいという特徴があります。今回は下降トレンドから上昇トレンドに転じる場合を説明しましたが、これは上昇トレンドから下降に転じる場合も同様です。今紹介した3波のトレード手法に関しては、詳しい解説動画を過去に投稿していますので、合わせて視聴してみてください。2つ目のレンジブレイクなんですが、レンジブレイクというのはレンジ相場をブレイクした後の押し目戻り目からポジションを取っていくトレード手法です。レンジ相場というのは高値も安値も更新しない状況が継続している相場のことです。で、なぜレンジになるのかというと、買い手売り手それぞれの力が拮抗しているからです。ですので、レンジをブレイクするとその拮抗が崩れて、レンジ内で買っていた人、売っていた人のポジション手仕舞いが発生します。今の例では例えばレンジを上方向にブレイクしたと仮定すると、レンジ内で売っていた人たちが含み損や損切りになるので、こういったところに押したところでは、そうした売り手の決済や新規の買いも相まって上昇につながりやすいということになります。詳しい解説については、レンジの見極め方からレンジのブレイクのトレード手法までを解説した動画を概要欄に載せていますので、こちらも合わせて視聴してみてください。続いて手法に関する2つ目のポイントなんですが、これは上位足に沿った方向のみでトレードするというものです。例えば冒頭の相場構造のところで説明した図のこういうところやこういったところからの反落の初動を狙うようなトレードや、もしくはこのようなレンジの内部でのトレードのような相場の構造がまだ崩れていない状態での流れと逆方向のトレードは初心者のうちやまだ期間収支をプラスにできない間はやらないようにします。で、これも理由としてはトレンド方向に沿ったトレードに注力することで相場の流れに乗りやすくなるということが挙げられます。はい、今紹介したこういうところからのトレードというのは、例えて言うならば川の上流に向かってボートを漕ぐようなものなので、撤退のタイミングをしっかり見極められないとすぐに逆行にあったり縦値まで戻ってきてしまうということになりやすいです。トレンドはフレンドっていう相場格言にもある通り、トレンドフォローがやはり投資もトレードも基本なので、まずは基本をしっかりできるようになることに優先順位を高くして取り組むと思います。今初心者に戻ったら最短で勝つためにこれをやるの4つ目はリスク管理と資金管理です。これはつまり毎回のトレードで資金の何%のリスクを取るのかを決め、その損失額に達したら確実に損切りをしていくということです。はい。例えば100万円の資金を運用している場合を例にとると、1回のトレードで例えば 2% のリスクを取ったとします。そうすると許容損失は2万円になります。そしてポジションを取るときに損切り位置を決めたら、損失額がこの許容損失2万円に収まるように取引サイズ、FX で言えばロットサイズですね。これを決めます。そして損切り水準に到達したら必ず損切りを行うというのがリスク管理と資金管理の基本です。で、これをきちんとやっていれば資金を飛ばしてしまうということはありません。今の例で言うと、50連敗しない限りは運用資金がゼロになることはありません。50連敗ってそもそも取引ルールが破綻しているっていうレベルなので、実際にそうなってしまったら問題は資金管理やリスク管理とは別のところにあるということでしょう。またこのようにリスクと資金管理をきちんと行っていけば、決して高い勝率でなくても利益を出すことができます。例えば先ほどのように毎回損失額を限定する一方で、勝った時は許容損失額に対して2倍の金額で利益確定を行ったというふうに仮定しましょう。そうするとこうなります。例えば1回目のトレードが負けトレードだったとします。で、この時は先ほどの許容損失額2万円できっかりと切ることになりますから、損失額は2万円になります。で、次のトレードが勝ちトレードだったとします。で、勝った場合は許容損失額の2倍のところできっかりと利益確定をするというふうに仮定しますので、この場合の利益は4万円というふうになります。で、同じようにトレードを5回繰り返して結果がこのようになったとします。で、5回のうち2回が勝ちですので、勝率は 40% ですよね。で、合計の損益を見てみると、プラス2万円ということになりますので、利益が出ているということになります。ただし、例えばですね、この5回目の負けトレードのところで、許容損失額を2万円というふうに定めたにもかかわらず、損切り位置を無視する、もしくは損切り位置をずらすなどの行動を行って、この損失額が例えば5万円とかになったりすると、一気にこの合計損益がマイナスに転じることになります。このようにトレードで利益を出せるかどうかの変数は勝率とリスクリワードですので、資金管理がいかに大事かということが分かってもらえると思います。初心者の頃の僕は損切り水準を明確にしないままポジションを立てたり、損切り位置を最初に決めた位置からずらすということも行っていました。で、同じ経験がある方もいると思いますが、先ほどの説明の通りですね、これをやっていると資金が増えません。またこうしたリスク資金管理を行っていないと、よくあるコツコツドカンにもつながってしまいます。
チャートツールにトレーディングビューを使っている方は、チャート上でリスク管理に使えるインジケーターも用意しています。例えばこのようにエントリーして、損切り値と利益確定のポイントを定めたとします。今回は損切り値まで143ピップスありますので、今チャートの右下にインジケーターを表示しているんですが、このインジケーターの設定画面を開いて、このピップスの欄に143というふうに入力します。はい、そして一番上の項目から口座の通貨を選択します。今回は JPY 日本円を選択します。そうすると、チャートの右下のところに14万3000円という金額が表示されます。で、これどういう意味かというと、1ロットのポジションを持って143ピップスの損切り値に到達した場合、その損失額が14万3000円になるということになります。ですので、例えば先ほどの例で紹介したように、許容損失額を2万円に抑えたいのであれば、例えばここのロットのところを 0.13 ぐらいにすると、損失額が 18,590 円になりましたので、先ほどの2万円の許容損失額の中で収まったことになりますので、このロットサイズでポジションを保有するかどうかの判断をするということになります。ただこのインジケーターは手数料やスプレッドについては考慮できませんので、そこの部分については手で微調整するといった対応が必要になります。また使える金融商品も為替のほかコモディティの一部に限られてますので、そういった制約はあるんですが、トレーディングビュー上でリスク管理ができるツールになってますので、ぜひ使ってみてください。インジケーターのリンクは概要欄に貼っておきます。今初心者に戻ったら最短で勝つためにこれをやるのを5つ目6つ目を紹介していきたいと思います。この2つはトレードのプロセス、取り組み方に関するものです。まず5つ目なんですが、バックテスト、フォワードテストを行い、トレードの練習をするということです。で、これについてはこちらのスライドを使ってリアル資金トレードまでの流れを説明したいと思います。左からバックテスト、過去検証と呼ばれるものですね。それから真ん中がフォワードテスト、右側が実際の運用資金を用いたリアル資金トレードということになります。バックテストとフォワードテストが練習に該当し、リアル資金トレードが本番という位置づけです。はい。バックテストに関してはご存知の方も多いと思います。これは過去チャートを用いた手法の検証です。で、バックテストを行う目的というのは2つあります。まず1つ目が手法の有効性の検証です。これは今使おうとしている手法に対して勝率やリスクリワードといったデータを取っていくということが目的になります。はい。それから2つ目がエントリーと決済損切りの練習ですね。チャートをコマ送りで進めるなどしながらエントリーから決済までの練習をするというものです。で、なんで練習が必要なんですかって疑問を持つ方もいるかもしれませんが、これはスポーツや他の仕事に例えると分かりやすいと思います。で、野球にしろサッカーにしろテニスにしろ、どれだけいいコーチから教えてもらったところで、練習することなく試合でパフォーマンスを出すことはできませんよね。また高校や大学を卒業してどこかの企業に勤める場合でも、新入社員であればまずは研修を受け、その後も現場で先輩や上司に教えられながら3年5年と経過して徐々に一人前になっていくはずです。誰かに教えられてやるものですらこうなんですから、独学で取り組んだり、一人で取り組むものにはなおさら練習が必要なのは理解していただけると思います。で、僕の初心者時代はどうだったかというと、今こうやって偉そうに喋ってるのが恥ずかしくなるぐらい、こうした練習なしにぶっつけ本番でした。で、今から振り返ると、どうせ最初は勝てないんですから、きちんとこうしたプロセスを経て取り組むべきだったというふうに思います。急がば回れというやつですね。で、バックテストに関しては、Excel などの表計算ソフトを使って机上で行うのが一般的です。それから真ん中のフォワードテストに関しては聞き慣れない方も多いかと思います。フォワードテストというのはリアルタイムチャートを使った手法の検証のことです。テストを行う目的はバックテストと同様なんですが、過去チャートを使って行うのか、リアルタイムの相場で行っていくのかが違いとなります。また使用する口座については、デモ口座を使用する方法と、少額の資金を使ってリアル口座で行う2つの方法が存在します。この点については後ほど詳しく説明をしていきたいと思います。それからフォワードテストを行う必要性についてなんですが、フォワードテストというのはリアルタイムチャートを使って行うので、バックテストでは練習できない待つという行為が発生します。つまりここではマインドとか心理面のところがテストされるわけです。バックテストというのは自分が狙っているセットアップが出るまで好きなスピードでチャートをコマ送りできますから、待つという行為は基本的にはないわけです。でもリアルタイムのチャートであれば、4時間足であれば4時間で1本、1時間足であれば1時間にローソク足1本しか形成されないのですから、待っているセットアップが実現するまで相応の時間がかかります。またリアルタイムの相場ではそういった待つ間にも様々なニュースだったり情報が流れてきます。そういった時にはノイズにもなり得る要素に心を惑わされずに平常心で過去検証したようにトレードができるのか、そういうところまで含めてのテストなんです。またデモ講座ではなくて、少額資金であっても実際のリアルの資金を使ってフォワードテストをする場合には、バックテストでは発生しない資金を失う恐怖や負けた時の資金を失うという痛みが発生します。人って痛みがないと学ばないので、その意味でもフォワードテストは必要です。僕のおすすめは、この金額を失っても特に困らないけれど、痛みを感じる金額程度の少額資金で行うというものです。人によってこの金額は違うと思います。1000円なのか5000円なのか1万円なのか、ご自身の金銭感覚と相談して決めると良いでしょう。
今初心者に戻ったら最短で勝つためにこれをやるの最後の6つ目は、トレード記録は必ずつけるというものです。皆さんトレード記録はつけていますでしょうか？僕自身はですね、初心者の頃はトレード記録はつけたりつけなかったりといった状態でした。改めてトレード記録の考え方、目的、有用性について整理していきたいと思うんですが、まず考え方のところですが、これはトレードをビジネスとして捉えるということです。投資もトレードもですね、お金を稼ぐためにやっているはずです。もちろんビジネスの目的というのはお金を稼ぐためだけではないんですが、お金を稼ぐという観点から捉えるとビジネスというふうに捉えることができます。つまり皆さん一人一人はビジネスオーナーということです。で、こういうふうに考えていくと、トレード記録というのは企業にとっての財務諸表と同じです。そしてトレード記録をつける目的は何かというと、日々のトレード執行に対する PDCA サイクルを回すというものです。はい、これはどういうところでトレードを行うかのプランを立てて、それを実行し、結果を分析して改善活動を行うというサイクルのことです。それから最後にトレード記録をつける有用性についてなんですけども、これは環境認識やトレード執行を振り返ることで改善点を把握できるという点になります。よくやるミスであったり、自分のトレードの癖というものが把握できて改善につなげることができます。人って大体同じようなミスを何回も何回も繰り返します。負けるときはいつもレンジ相場の中だったり、上位足と逆方向のトレードだったりと、皆さんの負けトレードの中にもそういうような共通点があるはずです。で、トレード記録をつけることで、そのように何回も繰り返している同じミスや癖を把握することが可能です。はい、先ほど手法のところでも紹介したこちらの図、勝ちトレード、負けトレードそれぞれについて、どういう時に勝ちやすくて、どういう時は負けやすいのか、その共通要素を分析する作業ですが、こういうことがトレード記録をつけていないと全くわからないんです。今までトレード記録をつけていなかったという方、つけたりつけなかったりの状態の方は、トレード記録をつけることを強くお勧めします。はい。ということで今回は今後ブレイクスルーを果たしたい方を対象に6点の取り組みの例を紹介してきたわけなんですが、これから向こう1年間ですね、何をどういうふうに取り組むべきか、目標を考えている方、どんな点を克服しようと考えている方も多いと思いますので、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。特にテクニカル分析の勉強って誰もが頑張ってやると思いますが、動画の後半で紹介したようなリスク管理、資金管理とかですね、取り組み方の部分に関してはおざなりになりがちです。こうした点もぜひ意識してみてください。今回の動画に関連して合わせて視聴していただきたい動画はこちらです。まずテクニカル分析なんですが、動画の前半で紹介した相場構造の見極めや N 波動については別途動画を公開していますので合わせて視聴してみてください。それから手法のところで紹介した3波狙いのトレード手法、レンジブレイクのトレード手法に関してもこれらの動画の中で解説をしています。それから最後のプロセスのところで紹介したトレード記録については、僕が開発したオリジナルのトレードノートツールも公開しています。トレード記録をどのようにつけていいかわからないという方、いいツールを探しているという方はこちらの2つの動画もチェックしてみてください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。